劇場で公開されると、またそれはそれでね、劇場で見たい方もいるし、劇場だったら見るっていう人もいらっしゃるので。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、劇団ひとり監督、大泉洋、柳楽優弥さんのダブル主演、浅草キッドについて語ってまいりたいと思います。この作品は、Netflix、独占配信ということで、本日はですね、ちょっと劇場でご覧になれない作品なので、私一人プラス、スタッフ T さんと一緒に語ってまいりたいと思いますが、これは浅草キッドっていうたけしさんの原作を、劇団ひとりさんが映画化されたという作品ですが、早速ですが T さんは2ビートの漫才とかはご存知ですか？この映画見るまではお名前はもちろん知ってたんですけど、たけしさんはね、今情報番組とか、はいワイドショーのコメンテーターとかもやられてるし、もちろん映画監督でもあるので、当然ご存知だと思いますけど、漫才自体ご覧になったことありますか？ 2ビートっていう名前は知ってたんですけど、ちゃんと見たことがなくて、今回この映画を見て結構いろんなものに興味が出ました。新しく。なるほど。赤信号みんなで渡れば怖くないとか、そうあれが、はい、2ビートさんのギャグ。すごいです。あとコマネチとかね。一世を風靡した2ビートから、北野武個人としても非常に大活躍されている方ですが、その中の、修行時代の、師匠と言われる、深見千三郎さんと、当時の若き北野武さんのやり取りを、主に描いた作品かなというふうに思います。まずはネタバレなしの感想を、語りながらネタバレありで、語っていって、あるいはキャスト陣、それから、宣伝展開等について語っていければというふうに思います。この作品はもう配信開始されてから、すぐに、Netflix での1位になり、全世界配信もされておりますし、非常に、Netflix のコンテンツとしても、話題になってます。非常によくできた作品だったかなというふうに、思いますが、じゃあどの辺が良かったのか、あるいは何が、皆さんに、訴えかけているのか等については、ネタバレも、早速ありで、語っていきたいなというふうに思うんですが、北野武さん、ビートたけし、その前にも本当にたけちゃんって言われながら、浅草のフランスだというストリップ小屋で、ストリップ小屋の手伝いをしながら合間にやられる、コントを、師匠の深見千三郎に教えてもらいながらやるっていう、そういう修行時代がスタートになってるんですが、周りの、愛情あふれるいろんな人たちに、見守られながら、途中で深見千三郎が武さんの才能を見出して、育てるっていうところが最初の起点になってますし、で一つ、象徴的に、中で演じられてるのはタップダンスのシーンがあるんですけど、これがその武さんたまにタップダンスをおやりになるんですが、映画「ザトウイチ」の中でもタップダンスのシーンがありましたように、多分ご本人の中でもタップダンスは非常に大事にされてるんじゃないかなっていうのが、この映画を見ると非常によく分かります。でいわゆるお笑いを教える前に、芸事やるんだから何か一つ武器として芸を身につけろってことで師匠からタップダンスを、教わるんですが、本当に一生懸命打ち込んでる姿が多分当時のたけしさんは本当に一生懸命やられたんだろうなっていうのが想像できますし、でそれがどんどんものになっていく様が、柳楽優弥さんの演技が素晴らしいので、どんどんそれに見てる我々も引き込まれていくんですが、で最後師匠に次のステップを教えてくださいって言ったら「バカ野郎お前にもう教えるステップないよ」っていう、それぐらい多分打ち込まれて身につけられたんだなっていうのがその一言で、はっきり分かったんじゃないかなっていうふうに、思います。ただ、タップダンスをね、習得できただけでは当然どんどん上手くなれるわけもないんですが、芸人として成功するわけではないと思うんですが、その中で、
師匠がよく言うのは笑われるんじゃなくて、笑えるネタをやれっていうふうにお客さんが笑うようにこっちが持っていくのが芸人だっていうふうに、言ってるセリフがすごくあります。で最初女の子のホステスの役をやるときに、リップをすごい塗りすぎて、口紅がお化けみたいになってるのをバカ野郎っつって、そんな格好を見て笑わせるのが芸人じゃねえっていうふうに、言われてですね、でそこから居酒屋のシーンでこれクジラ屋だったかと思いますが、師匠が座から降りて、外に出ていく時に靴を差し出すと、そこでバカ野郎女物の靴出せばそこでボケられるんだと、だから芸人は常にボケることを考えろっていう、これがまた一つ師匠の教えとして、常にボケることを、考えとけっていうのが、強く多分北野さんの中に残ってるんじゃないかなっていうふうに思います。でそんな中でもいろんな多分そこで修行してた人たち、あるいはもうそれで辞めていった人たちもいっぱいいると思うんですが、たけしさんが師匠がね包帯を左手に巻いてるんで、それがなぜかっていうのを、同僚の高木に聞くと、あれは事故で指先がなくなってるから師匠が隠してるんだっていうのを聞いて、で聞いてすかさずそこを師匠の指をネタにしてボケとツッコミを繰り返すんですが、それを深見も一瞬ハッとするんですけど、もうそれに素早く反応してギャグにしていくっていう、お笑いにしていくっていう、この2人の関係値がここでやっぱり、芸事として師弟関係にあって、それを吸収したたけしさんが、素早く、笑いに変えていった瞬間、この辺でもう才能のきらめきが分かっていくわけですね。ただ、そこから先はもうフランス座で修行しててもしょうがないっていうところで、ナイツの土屋さん演じるビートきよしさんと出会って、で2人で漫才師をやるしかないなと。でただ漫才師をやると深見千三郎からはもう感動されてしまうっていう、そこがですねまた一つの分岐点になるんですが、やっぱり悩んだ末にどうしても漫才をやりたいって言って、そこで一旦はたもと分かつわけですね。でどうもこの、浅草キッドの中ではもっとたくさんのいろんなエピソードが描かれてるらしいんですが、劇団ひとりさんこの作品で素晴らしい仕事をなさってるのは、いろんなエピソードの中で取捨選択をどうもされてるみたいで、実際漫才師になるってなった瞬間にはすぐなれるわけでもなく、漫才協会とかの許諾とかが必要だったらしいんですが、その辺のやり取りは思いっきり割愛されてると。で漫才師として、2人が地方巡業を始めて、なかなかうまくいかないところが、描かれてますし、その辺がですね劇団ひとりさんが非常に巧みな演出と脚本で、どう取捨選択してこの作品を作り上げるかっていうところが、成功した要因の一つかなっていうふうに思います。でいよいよ世に出るきっかけのところで次の選択肢として、プロデューサーからその毒舌漫才で差別的な発言とかそういうネタをやるなっていうふうに言われるんですが、最後の最後生放送の出番直前にやっぱり俺はこの漫才を自分の元ネタをやるっていうふうに決意して、でそこから扉が開いた瞬間からもう、シーンが変わりますけど、見てる側からするとそこが一つの分岐点となって、その決断したことが、2ビートの後の成功に、向かっていったんだなっていうのがすごくよく描かれていたなというふうに思います。で、非常によくまとまってるんですが、実は私は非常に同年代なので、たけしさんが成功されたのを学生の時に、見てましたから、非常にビビッドに感じることができましたし、結構周りの、友人とかに聞くとやはりみんな結構泣いたっていう人が多くて、じゃあどの辺で泣かせられるかっていうと、ここから後半に入っていくわけですね。成功してったたけしと、それから成功を夢見たけど成功できずに、夢破れる人たちとの、それでも愛情深きやり取りが非常に胸を打つというか、
たけしさんが成功の一つの証として賞を取って、でその賞金をふと思ってやっぱり師匠のところに持ってこうって言って、そこで成功ほとんどしかかってるたけしさん、あるいはもうしてるの状態かもしれないですねと、逆にもう、フランス座が立ち行かなくて、もう工場で、バイトするしかないみたいな深見千三郎とのやり取りがまたこうちょっと郷愁を誘うというか、それでも師弟関係は変わらず、その時の昔の師弟関係に戻って、2人が言い合うところとかはですね、なかなか地味深い非常に、うまいシーンだったなっていうふうに思います。で私はそこでまたクジラに、飲みに行こうってでバカ騒ぎをした後に、で師匠がじゃあちょっともう一軒行くかみたいな時に、そこでまた女性の、パンプスを出すっていうところがハイヒールか、それがいやもう師匠の教えを守ってますっていうところでまたちょっとグッとくるんですよね。で最後じゃあいよいよ別れるかっていうところでタクシーでたけしは先にじゃあ帰りますっていうことで、さっきもらった賞金で1万円札を、これで帰るやつって、いやそれを俺がやったやつじゃないですかって言った後に、いいけど釣りは返しに来いよっていう、それがまたちょっとグッとくるんですよね。単純にお前もう一回必ず浅草に挨拶に来いよとか会いに来いよっていうんじゃなくて、それ釣りを返しに来いっていう深見千三郎のまたちょっと小ボケのところがまたグッとくるなっていうふうに思います。特に後半はですね、どんどん成功していく、それは見てる我々も知ってるたけしさんの成功と、その裏で、あるいは夢破れていった人たちですから、門脇麦さんも、ストリッパーに、元はその、地方を回る巡業して回る歌手を目指してた子がいつの間にかストリッパーになっちゃったのよって言いつつ、じゃあその子どうなるのかなって言ったら、団地の奥さんになってて、それはそれで幸せそうになってるところとか、いろんなたけしさんを取り巻く人間模様が非常にバランスよく配置されてて、その一つ一つのエピソードが、見てる人の心を打つのかなというふうに、思います。でキャスト陣についてはですね、大泉洋さんと柳楽優弥さんのこの2人のやっぱり演技が傑出してまして、やっぱりいちいち素晴らしいなっていうふうに、感じました。で、ネット上では柳楽さんの演技を称賛される方、あるいはその冒頭その特殊メイクでちょっとたけしさんあれ本人かなって一瞬思わせるぐらいの、作り込みの素晴らしさですとか、あとはその大泉洋さんのやっぱり一言一言のセリフが非常に素晴らしいので、この2人の関係を軸にして、物語が非常に、素晴らしい作品として出来上がってたかなと。で脇を、固める門脇麦さんですとかナイツの土屋さんとか、私はあとその深見さんの、奥さん役をやった鈴木保奈美さんがですね、非常に色っぽくて、人情味あふれる奥さんがもうグッときて、鈴木保奈美さん久々に、自由になられたのか、演技が、なかなかやっぱ素晴らしくて、これからもどんどん映画に出てほしいなっていうふうに、感じました。役者陣も、本当に皆さん素晴らしい方々ばかりなので、見ていて最後まで飽きないなっていうふうに、感じました。実際の2ビートを知らなかった、世代の方も、ご覧いただいても、きっと、楽しめるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、 T さんはいかがでしたか？そうですね、すごい私の周りも泣きましたっていう子やっぱそうですよがね。多くて、なんかこの深見千三郎さんにすごい興味が湧きました、そうですね、すごい素敵な人だなって思って、そうですね、なんかこの劇団ひとりさんの前の作品「青天の霹靂」あれでなんか確かその笑われるんじゃないで笑わすんだっていう似たようなセリフがあったと思うんですよ。だからやっぱりそのたけしさんの
思いと同じような思いを持ちながら芸人をやられてる方が監督をされたからこそこんなに皆さんが心打つような作品ができたんだなって思いました。やっぱりお笑いのことをちゃんと真摯に考えてやってらっしゃる方がやってる、ひとりさんはね自分でこれはやるしかないって思い続けて7年間企画をずっと温め続けてたっていう、エピソードもありでちょっと横道にそれるとですねこの企画が成立するまでにいろんな会社に劇団ひとりさんが持ち込まれてなかなか成立しなかったっていう事実があるんですが、これは実は映画業界あるあるでやっぱりみんながみんなこの作品は成功するとか当たるとかいうふうにならない作品もすごく多いんですね。ただいろんな思いを持って作品を成就させてヒットに導くっていうことも逆にあって、例えば「冬のソナタ」が非常に有名な例なんですけど、あれは最後に制作委員会というか、いろんな体制が決まるまでに断った会社がものすごくたくさんあるんですよね。ところが最後に、決断された、あれはパッケージを見てはバップさんだと思いますけど、NHK の方へとバップさんで、タッグを組まれて、何十億円70億とも80億とも言われてますが、そういう成功する作品をいやいやこんなの無理でしょうって言って断った会社の方がすごく多かったりするわけですね。でただこれは非常にじゃあ何がね成功のポイントか、分かれ道になるのかっていうのは非常に難しいんですけど、一つはやっぱりみんなが知ってるたけしさんの修行時代を非常につぶさに、映像化しているところで、中でもやっぱり人の心を打つ泣ける作品にきちんと仕上がっているのは非常にひとりさんの監督としてはもう評価がまたさらに上がったんじゃないかなっていう感じですね。なんかでもこれネットフリックスで今配信じゃないですか、だから今の時代だといいのか悪いのか、映画公開より多くの方に見てもらえる環境での公開になったので、それもすごいことですよね。そうですね。世界中の人が見られるわけですからね。ただここにいるはずの人のようにどうしても劇場でやってほしいっていうご意見もすごく多いようですし、劇場で公開されると、またそれはそれでね劇場で見たい方もいるし、劇場だったら見るっていう人もいらっしゃるので、これはぜひ劇場でやっていただきたい作品ですね。じゃあ先におはようございます。締めだけ取ります。ちょっとお待ちください。そう。はい、ということで本来ならここにいる人が劇場ですごく見たがると思うんですけど、そういう方はたくさんいらっしゃると思って、ぜひ劇場でやっていただきたいなと。でそういう声も SNS 上に上映時間は何分なんですか？非常にたくさんありますが、約ね2時間、ほぼ2時間。ちょうどいいじゃんね。そうですそうなんですよ。であとねちょっと言及し忘れそうなのはやっぱりネットフリックス作品お金がかかってて、美術が本当に素晴らしいんですよね。そうね。で当時のやっぱり昭和の浅草の風景とか地方の劇場とかラブホテルのねああいうベッドとかねなかなかないなと。でああいうの見ちゃうとやっぱりネットフリックスの資本力すごいなと思うんですが、それをねぜひ劇場でやっていきたいなとやっていただきたいなと強く思いました。なので劇場でですね公開が決まった際には再度竹内さんを交えて収録したいと思いますので、それはそれでお楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで今日はですねちょっと変則的に、T さんと私で収録させていただきましたので、ちょっと食い足りないかもしれませんがどうしても、浅草キッド、リクエストもいただいてたのでアップしたくて早めにアップさせていただきました。よろしければチャンネル登録といいねボタンを押していただければと思います。どうもありがとうございました。